後編でございます。こうしてですね、尾張藩、徳川家の忍び役の子孫、木村奥之助さんの子孫に甲賀市水口町曽間中で出会えてですね、それでその忍び役の家の履歴書を見つけることができたと。そうすると、さあ尾張藩の忍者どんなお仕事をしていたかわかるぞとなるわけです。しかしね、資料ってのは見つかってから何でも書いてると思ったらそうでもないね。これが歴史学者の苦しいところです。でもないよりはいい。で、私見ました。冒頭のところはこんな感じですね。姓は藤原、家紋は松川菱のうちに竹抜きっていう家紋まで書いてありますね。松の皮でこう石をこうのうち竹抜きってこういうもんだと。でね、名前書いてますね。元祖が木村金右衛門っていう人だ。で、胸の字に戻ると書いて胸もと書いてあるんですね。珍しい名前ですね。忍者は戻ってこなきゃいけないからこんな名前つけたのかなとか想像が膨らみました。で、もともといたのは、甲賀市の下磯村高400ほどのところ、数代不益の地におりもし候。これ現代語訳しますと、この金右衛門宗元宗義というのがいたのは、下磯村の石高でいうと400石ほどの領地があるところで、数代変わらずここにおりましたと。磯村結構大きな村で400石っていうと江戸時代の半ばになるともう400人ぐらいの人口が抱えられるところで、そこのどうも領主を匂わせてますよね。忍者って意外とね、皆さんが思ってるよりは豊かな人たちです。お侍さんというか要するに領地を持ってて手下子分というよりはもう領民や家臣を連れてそれでチームとして情報活動を行っているというような領主ですね。ところがここを離れなきゃいけなくなったっていうんですよ。意外かもしれませんけど甲賀忍者にとっての天敵は豊臣秀吉なんですよ。豊臣秀吉っていうのは一元的支配、要するに自分が天下を取ると在地って言って村々に、自分の言うことを聞かない領主的存在、例えば砦を自分の領地の中に築いて、領主は自分が分け与えた自分の家来なのに、その中に農民みたいにしてれば、要するに年貢だけ納めてくれればいいのに、武器も持って砦も構えて、年貢も取っちゃうっていう、俺2箇所から年貢取るじゃないかということになっちゃうんで、こういう甲賀の忍びを束ねてるような木村家のような領主は邪魔なんですよね。頭のいい秀吉はこう考えました。武力で脅して、で前高松城水攻め、これは備中の国岡山で毛利と戦ってたところで水攻めをやったことあるんですね。でこれ成功した。で今度紀州雑賀のお城を攻めるときにやっぱり長大な堤防を築いて水攻めにした。でこの水攻めうまくいけばよかったんですけど、地形が良くなかったんで水圧で一部が崩れちゃって、人種によっては向こうから逆に自分たちが作った水攻めのため池の溜めた水によって水死者が出るみたいな。もう一回築き直すんですけど、秀吉はここで考えました。誰かのせいにすればいいと。甲賀の人たち、お前らのせいで
包みは崩れた。けしからん、わざとやったろうって言ってですね、難癖をつけて甲賀の人たちをこの甲賀の地から追い出してですね、夏川正家っていうのが秀吉の家来ですが、夏川正家に水口城というこの地方のお城を与えて甲賀忍者を追い出す。甲賀忍者腹立ちますよ。秀吉のおかげで領地奪われて、で働かされる。でも食べていかなきゃいけませんから、秀吉の他の家来の中村式部というところの雇ってもらって小田原城を攻めると。小田原城を攻めるっていうと、小田原城って歴史好きなご存知ですよね。周りに総構っていうものすごい堀があって、でその中にぎっしり大軍で立てこもってるわけですよ。そうするとお城の中の様子を知るのが忍者、城乗りって言いますけど、堀や壁は石垣を越えて中へ入って中の様子を取ってきたり、情報を取ってきたり、火をつけて、その間に味方が攻め込むとかいうようなことをやってるんで、これ危ないんですよ。もう夜寝静まった頃に城の下まで少しずつ偽装したりいろんなことしながら近づいて、いろんな道具使って中へ入るんですけど、やっぱり見つかるんですよ。でそういう死に方だったかどうかわからないんですけど、中村和氏に甲賀者として雇われて小田原城攻めに加わってる時に死んだという事実だけが書いてある。この死に方が書かれていればよかったんですけど、とにかく忍者の死亡率っていうのは戦国時代非常に高いもので、伊賀物由緒書きっていうのが徳川家の文庫、今の内閣文庫に残ってますけど、昔の紅葉山文庫って将軍の書庫ですけど、すごい量の討ち死にですね。ある時からパターンと死ななくなるのが、徳川家がもう天下の家になると、徳川家が召し抱えてた忍びも死なないんですけど、秀吉と戦ってた頃、徳川家が例えば東海地方でね、小牧長久手の合戦をやる、その前哨戦をやってたような頃、天正の10年代初めですね。よく死んでますね。蟹江城なんていうところで戦って、それでやっぱり石垣の下に取り付いて中へ攻め込めって言ったら、ものすごい忍者が死んで、家康公が悲しがって鉄の盾を忍者にくれたって言うんですけど、最初からあげりゃいいのにね、家康も、気がつかなかったんでしょう。死んでからくれた。いうふうに要するにそういうふうに忍者危ない仕事なんですよ。で、高祖父小平の代浪人をしてたんだけど、ようやくほとぼりが冷めて甲賀軍にもう一回帰ってきたと。それでただ居場所がね、前磯村を領地にしてたと思えばですね、そこには新しい持ち主がいたのか入りにくく、で曽祖父蔡と書いた左平かな、蔡平かもしれない。曽中村に浪人として居住したと。で浪人のまんま宝永3年に病死したと。すごいですね。秀吉に磯村を追われてから宝永3年っていうと1700年頃ですから、秀吉に追われたのが1590年頃であることを考えると、なんと110年後の話がこれ書いてあるわけですよ。ですから110年120年なんか何代も、要するに磯村の領主に返り咲くことはできなかった。そういったところで、うちは昔忍者忍びの技を持っておって、それでなおかつ祖先は秀吉のせいで追われて終わり、小田原城で討ち死にをして、それで浪人をずっと続けてんだということを代々、語っていたお家で、大抵ね山伏もねこの後出てきますけど兼任してるんですよ。で奥之助
はそう久康というふうに書いてますけどはこういう時に実は生まれてるんですね。この奥之助はですからものすごい武士になるために鉄砲修行をしたようですね。浪人って書いてますからおそらく山伏もなんとか坊というふうに甲賀のお家には山伏が何々坊とかいうふうに自分の家の屋号をつけるんですけどそれをついてることが多いですから奥の坊とかねおそらくその山伏をしながら農耕にも従事して曽中村の中の浪人として江戸時代の初め頃何代も生きてたのがおそらく、木村家の姿でそこで、久康という天才鉄砲撃ちが現れてこれ撃ちに行ったんだそうですね。尾張藩が鉄砲射撃大会かなんかやってるところへものすごい普通の人間だったら持てないような長距離砲大口径の長距離砲を持ってってバーンって発射したと。そうしたら奥之助見事なものなのでそれを見た尾張藩2代、光友家康の孫です採用って言って奥之助は採用された。20石3人扶持だったっていうところがですねこれをてこに奥之助は甲賀に実は仲間がいると。僕だけじゃなくて甲賀の忍びの者雇えばこういう鉄砲の技術だとかいろいろ持ってるからっていうと尾張藩としてはまだこんな漢文期って言いますと関ヶ原が終わって70数年大阪の陣が終わってしばらくしか経ってませんのでまだ2世代ぐらいなもんですからそうか甲賀から仲間もうちょっと集められるかって話になって、近所にまかり越し筋目の者牙にて勤める契約尾張藩の藩老が門密にて仰せ渡すと書いてあるから家老がですね奥之助お前そんなに鉄砲の技術もあるし忍びの技術があるならということなんでしょうけどこれ隠密にて仰せ渡すと書いてあるから表向きは百姓のような格好をしていてもね甲賀の実は馬に乗って尾張へやってきてそれで、また戻って隠密のお仕事をやってほしいと、密かに尾張藩の家老が命じたと。いいですねこの隠密にて仰せ渡すこういうの見つかると嬉しいんですよ歴史学者はね。待った甲斐があったと思うんです。それですなわち5人召し抱えこの時に5人召し抱えたと。で毎年2人ずつ代わる代わる参勤塚祭り候名古屋に2人ずつ、いてで順番こで帰ると。おそらくあれでしょうね甲賀の町では山伏をやって、お札を配って歩いてますとか周りには言ってるんですよ。でも実際には尾張藩の忍び屋敷があってでそこへ詰めてこの木村はおそらくずっといるんでしょうから割と長く木村は尾張にいるんですけどその 2,3 人でですよ尾張藩の忍びの役を務めてる。これが尾張藩の甲賀者5人の成立と待遇参勤というその甲賀と名古屋の城下をこう行ったり来たりする尾張藩忍びの姿っていうのがこれいることは明らかですよねこれだと。3代綱信の時には甲賀の者が大小の、銃ですねお筒を拝借したいという願いがあったりだから忍者って戦争の時は狙撃兵なんですよね。あるいは大口径の方で堀の向こう側にある建物とかなんか物を破壊するであるとかそういったことをします。でところが不思議なことなんですね。義道が死んで3年目継友の時ですけど役儀が務めがたいとか言って忍者が一旦淵を召し上げて久々やるところがいなくなっちゃうんですよ。これ本当で言うとですね8代将軍吉宗とここの尾張藩主が将軍の座を争ったわけですがその時に尾張藩に甲賀の忍びを解雇した状態になってるんですよ。これもよく分かりませんね。因果関係があるのかあるいはちゃんとした甲賀の忍びがいない状態で尾張藩は将軍後継レースを
やっていたってことはこれで大体わかるんですけど、尾張藩についてね、他にも忍びは持ってる可能性が尾張藩あるから、どのぐらい影響があったかわかりませんけど、とにかく八代将軍跡継ぎレースの時には、まあ尾張藩は公安忍者をちゃんといない状態だったことがわかるんですね。まあこれがどう影響したかっていうのは今後の課題でありますけど、これはまたもう一回雇い始める。その後これ甲賀5人のものがまた出てきたんでしょうね。上下へ参勤するんだと。やっぱりさっきの通りですね。投留している時は雑用銀1人につき2種銀2種もらえるんだと。四進法で江戸時代のお金は両部種って言いますからね。4×4 で16両部種ですから8分の1両ですか。そうすると1両って今のお金に換算するのいろんな説があるんですけど、まあ最大だと30万円ぐらいだから、それ8ではあったまあ数字ですかね。あんまり高く上げてないですね、領主。それでやっぱり忍者苦しい苦しいって書くんです、これにね。うん。でもこれ最後見るとね、木村奥之助が尾張藩に一家で勤めてるんですけど、この親戚や分家の類がこのやっぱり曽中村付近には木村氏にはいて、これだけ増えてる。おそらく一族で何らかの務めはやってた可能性が高い。こんなこと書いてるって。どこに住んでたかっていうのもこれ分かるんですね。これ名古屋市博物館を作ってくださってる城下町名古屋復元マップっていうのがあるから、これ見るとですね、木村奥之助っていうのがありますね。これ鉄砲矢場ってやっぱり射撃練習場の横にあるね。建中寺というお寺の近くにありますね。でどんな感じで暮らしてたのか。これ清寿院というお寺がねあって、どうもそこの山伏をしているという資料も出てきました。ですからね、これね、甲賀5人のものはね、隠れ蓑にね山伏の身分を使ってる。今のスパイさんもカバー身分とか言って新聞記者になったり、通商大勝負のなんとかになっちゃったりとか時々報道されますよね。あれが山伏だったんです。でもなんとなく山伏って忍者っぽい感じがするから、山伏ですって言ってお前忍者じゃないのって聞かれそうですよね。薬売りなんていう手もあるんですけど、でこれ見ると清寿院っていうのは飯綱権現仏さんを持ってて、で昔洪水で埋もれたことがあって、みんながその飯綱権現が埋もれた周りを通ると馬から落ちたりこけたりするんで見つかったって言われてるもので、これをありがたく祀ってると。これが Google Earth で見た曽中村ですね。この真ん中、いやちょっと左側のところに福良寺というお寺があって、これが木村家が寄進した、木村家はこの飯綱権現の大権現の3D のお像を持ってて、名古屋にもあるんです、同じような飯綱権現。これがおどろおどろしい仏さんですよ。この後出しますけど、福良寺にあって、で、こっちのね、この集落の中に木村家があるわけです。福良寺の飯綱権現はこれ写真非公開で一部甲賀市の資料に載ってるものもありますから出せなくはないんですけど、ちょっとこれも控えといて、南アルプス市にある飯綱権現、これ出しておきましたけど、狐の上、白い狐の上に童子が立ってて剣と縄を持ってて羽が生えてる、ね、カラスに顔が似てたりする。で頭の上に蛇がいたりする。こういうののお像を持って、祈祷するわけです、忍者。怪しいですよね、でも考えたら。でこの飯綱大権現を信仰して木村家は山伏奥の坊として活動してたわけですね。で正徳3年に木村家の先祖元春坊っていうのが田んぼ一反と
ともにこの飯綱権現を副領事に置いて、おそらくこういう飯綱権現でご祈祷あだたですよって言って修験者がこう家々を回って、なんか忍者は山伏の格好して飯綱権現のお札だの祈祷だの見せたりあれしながら行くわけですから、みちみち補給ができるわけです。お布施くれる、お布施っていうかくれるから、祈祷料もくれたりするから。まあそういうような感じでこの人たちは飯綱権現の山伏かつ忍者という感じで住んでた暮らしぶりがわかるわけですね。そしてこれだけではありません。新たな甲賀忍びの発見がありました。この甲賀の甲南町深川から出た幕府の忍びらしき深川屋服部家、これはお菓子屋さんでしたけど県境を越えた三重県側でまた発見したと。こうやって私も毎日のように忍者のものを見たり、毎年のように発見があったりしてるわけです。まあ忍者ファインダーズ団長の旅は今後も続いていきます。まあよろしければ歴史に興味がある方、こういう忍者研究参加してみたいという学生さんいたら調べてみたり、そうですね、甲賀町でやってる講演会なんか参加してくださればありがたいなと思います。ありがとうございました。